皆さんこんにちは、近藤美穂です。今回はツインレイの男性が抱える4つの問題の2回目として、女性の問題にフォーカスをしてお話ししたいと思います。この動画を見ていただくことで、なぜそうであるのかをご理解いただけると思います。そして理解することは、それを超えるための力となります。それではシリウス中継、スタート。ツインレイの情報が世の中にたくさん出回っていますが、ツインレイに出会う人はごくわずかだと思います。そのため、ツインレイの男性の割合も少なくなりますが、数が少ないだけでなく、その性質も希少です。まず、彼らの何が特別であるのかというと、持っているパワーの大きさが一番に挙げられます。普通の男性の持つパワーの数倍、人によっては数十倍のパワーを持っているため、それをうまく活かすことができれば、社会を変えるほどの力を発揮することができます。しかしパワーが大きいことは、女性関係においてデメリットになることもあります。それは枠が大きいことで、その枠の中に入る女性の数が増えてしまうからです。しかも彼らはとても威力的な存在で、人は無意識にパワーのあるものにも惹かれるため、彼らが求めなくても女性が勝手に集まってきて、いつも女性たちの取り巻きの中にいるようにも見えます。そのことも彼らに問題がなくても、ツインレイの女性の不安や悩みの種となるでしょう。それはもちろん彼らと対となるツインレイの女性も同じだけのパワーを持っていますが、どんなにパワーが大きくてもその枠に入る男性は一人だけです。その違いはどこから来るのでしょうか。それは残念ながらツインレイであっても生物学的な違いからであると言えます。男性は本能的に数を放つ機能があり、女性はその中の一つを受け入れる機能があるからです。しかし、枠が大きいからといって、多くの女性と関係を持つとは限りません。その大きなパワーをうまく仕事や働きに流せることができれば、有り余る力を持て余すことがないからです。しかし、仕事や働きがうまくいかなかったり、情熱を注ぐことができない場合、あるいは職場や家庭などでフラストレーションがたまるような環境に置かれている場合には、女性に向かってパワーを費やしてしまうかもしれません。もちろん、ツインレイの女性と出会うことで、それは大きく変わります。また、出会いの頃にはすでに、かつての自分を顧みて、女性を追いかけることをやめているかもしれません。比較的女性の問題が現れやすいのは、年齢がまだ若かったり、サイレント中で女性から逃げている時が多いと思います。しかし彼らは知っています。本当はツインレイの女性で全てが満たされることを。女性の問題もカルマが関係すると思います。特に相手が結婚していたり、深い関わりのパートナーがいる場合、その状況下で出会う理由が過去世にあることが多いはずです。相手の状況を受け入れるには、ある程度の時間が必要かもしれませんが、別れてほしいと願うことよりも、向き合わなければならないカルマであることを理解して、自分の課題に向き合った方が良いと思います。それは相手がカルマに向き合っている期間と同じだけ、自分にも向き合わなければならない何かがあるからです。サイレントが明けて、お互いに愛と信頼で向き合えるようになると、ツインレイの男性が
他の女性を求めることは基本的になくなりますが、サイレントが開けてもまだどこかで逃げている、まっすぐ向き合っていない調整時期である場合、彼らの気づきのために他の女性が現れることもあります。その理由は全てを満たせるのは、この世にツインレイの女性しかいないことを、運命は嫌というほど思い知らせるために働くからです。これは男性にも女性にも言えることですが、真実の愛を知ってしまった以上、どこまで逃げても、ツインレイを超える相手は見つかりません。しかし、さまよう体験をしなければ、魂は決意できないのです。逆に言えば、決意が固まるまで、さまようことを繰り返すかもしれません。最後の理由は、ツインレイの男性だけが持っている理由。それは、彼らが地上の男性意識の闇を請け負っているということ。その理由は、ツインレイが地上のあり方を次なる時代へ先導する役割を負っているからです。女性問題は地上の男性たちの三次元的な根深いカルマですが、ツインレイの男性が自らの体験によって闇を光へと昇華させることで、地球全体の男性意識を引き上げることにつながります。そしてこれは女性にも言えます。彼らを愛で許し受け入れることで、真実の愛と調和を地上にもたらすことにつながるからです。ツインレイの愛に試練が多い理由は、光の役割があるからとも言えますが、それを請け負うことを自らが決めて、二人はここにあると思います。以上です。この内容をまとめるのにはかなり苦戦しましたが、これを女性が理解することで、男性を受け入れる力が増すと信じています。女性の問題はすべてのツインレイの男性に当てはまるとは言えませんが、4つの問題の中でも一番辛い問題であると思います。しかも若いうちに出会った場合、相手が他の人と結婚してしまうことも起こり得る世界です。もちろんその先には奇跡の再会と統合が待っているのですが、見えない未来を信じることに葛藤がついて回るのも当然のことです。正直苦しい中で光の働きまで意識する必要はありません。そんな理由もあるかもしれないと、なんとなく知っていただければそれで良いのです。言えるのは今がどのように見えたとしても、すべては二人の統合に必要にして起こっているということ。今日のお話が皆さんの心の癒しやサポートにつながればとても嬉しく思います。それではシリウス中継を終わります。